皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は2月27日土曜日、第25回目になります。テーマは東京裁判13回目、マッカーサー証言その2です。テーマは米国の戦う相手は日本ではなかった。東京裁判を終えて2年足らず、世界を震撼させる出来事が起こりました。それが朝鮮戦争です。1950年6月25日、北朝鮮の軍隊が北緯38度線を越えて突如南部へ進撃を開始しました。国連は国連加盟国に対し韓国を助けるように勧告しました。そしてアメリカ軍を中心に16カ国からなる国連軍が編成され、韓国を援助しました。これに対し中国が北朝鮮を援助し、戦いは北緯38度線を挟んで一進一退を続きます。1953年に休戦協定が結ばれるまで戦いが続きました。マッカーサーは事態を解決するために、この時原爆を使って北の侵略を止めるべきだと主張しました。このことで彼はトルーマン大統領から解任されました。マッカーサーはこの時初めて日本という国がアジアで果たしてきた最も大きな役割、共産主義に対する防波堤となっていたことに気づいたのです。そこで本日のテーマ、米国の戦う相手は日本ではなかったという意味がご理解できるかと思います。彼は米国議会上院の軍事外交合同委員会でこれを証言したのです。このことは取りようによっては日米戦が無意味な戦争であったとも取れるのです。これは衝撃的な証言です。日本という防波堤を失って初めて米国は共産主義の脅威を目の当たりにしました。遠くアメリカからでは現実味が乏しかったのでしょう。日本が中国に侵攻した理由もまた中国の無政府状態に端を発したものであったこと、その混乱に乗じてソ連がアジアに侵攻するのを防ぐためであったことも理解しました。日本は帝国主義国でも侵略国家でもなかった。大東亜戦争以前は日本とアメリカは非常に良好な関係でした。たくさんの移民がアメリカに移住し、地域に根付き、社会貢献を果たしていました。しかし、時すでに遅し、米国は日本を叩き潰し、日本の軍隊を解体しました。平和憲法と称して新憲法を押し付け、軍隊を持つことを禁止したのです。統治した日本について、自分で自分の手足を縛ったようなものです。日本が身動きの取れない国家としたのです。マッカーサーは吉田首相に日本の再軍備を迫ります。そして警察予備隊、自衛隊を発足させたのです。朝鮮動乱でのマッカーサーの対応の失敗は共産主義に対する認識の甘さでした。この認識不足は実はアメリカ社会の最も根深い問題でもあります。日米戦争後75年経った現在、アメリカが弱体化した最大の原因がここにあります。こともあろうか、共産主義がアメリカに深く浸透することを許してしまったのです。共産主義の戦い方は、欧米諸国のように軍事で支配するというものではありません。宣伝工作により時間をかけて侵食する方法です。軍事力という膨大な費用と犠牲を伴うより、効率的でよほど巧妙かつ影響力が大きか計り知れません。政治、経済、文化、マスコミほかあらゆる分野で徐々に深く浸透していったのです。その意味で孫子の兵法である戦わずして勝つとは情報戦であり、今日も広く世界で使われているのです。マッカーサーは語りました。過去100年に
米国が太平洋地域で犯した最大の政治的過ちは、共産主義を中国で増大させたことだ。次の100年で代償を払わなければならないだろう。これはまさに現在に的中した彼の予言です。米国は戦う相手を間違った。真の敵は日本ではなくソ連や中国共産党だったと言っているのです。ここで私たち日本人は大切な教訓を学ぶ必要があります。アメリカが果たした戦後日本の占領政策とは、決して日本の自立のためではなかったことです。戦勝国アメリカにとって未来永劫、日本が都合の良い国であること、これが全てでした。これ以上でもこれ以下でもありません。徹底的に軍備を解体し、朝鮮戦争が起きれば急遽再軍備を命じます。自国の都合しか考えていない事実に私たちは気づかなければなりません。これこそ戦勝国と敗戦国の立場であり、国際社会の常識なのです。情け無用の世界です。このような姿勢は、欧米諸国が植民地支配してきた国々にとって痛いほど経験させられてきたことでした。そこでこの苦しみを経験した国々は決して欧米諸国を尊敬することもなく、その宗教であるキリスト教を敬うことも困難なのです。日本が始めた大東亜戦争はアジアの解放という大義に基づいたものでした。これは戦争を正当化するため日本が一方的に掲げた理念ではありません。欧米植民地支配から解放された国々から今日も多大な尊敬を受けている事実が何よりの証拠です。私の YouTube で第5回目、世界が羨む日本の天皇その2回目、玉音放送、つまり終戦の詔書に込められた思いでご紹介いたしました。日本が戦争を始めた目的、戦争の大義です。ご紹介します。そもそも帝国臣民の安全を確保し、世界の国々と共に栄え、喜びを共にすることは、天皇家の先祖から残された規範であり、私も深く心に留め、そう努めてきた。先に米英2カ国に宣戦を布告した理由もまた、帝国の自尊と東亜の安全を願ってのものであって、他国の主権を侵略したり、領土を侵したりするようなことはもちろん私の意思ではない。この解説をいたします。日本国民の安全確保のため、また東アジア諸国を欧米の植民地支配から解放するためのものであったこと、領土や主権の侵略の意図は全くなかったことを述べられています。これは歴代天皇から託された規範であり、私もそのように努めてきた。ここに戦争の明確な目的を開戦の時と同様に示されました。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、大義に支えられた天皇でした。私たちが今取り扱っている日本の大義について、辞書では人間が行うべき重要な意義とあります。これを欧米では普遍的真理とも言います。普遍的とは、どの時代でも、どの国でも、どの民族でも通じること。男も女も大人も子供も、金持ちも貧しい人にも通じる。そして権力者にも抑圧されている国や人にも通じるもの。それが普遍的という意味です。何千年経っても通じるものです。そして普遍的真理とは、それに輪をかけた変わらない真実です。ここで聖書の一節をご紹介いたします。ローマの総督ピラトがイエスを裁いた箇所です。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは
王なのですか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理の証しをするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って、彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。新約聖書ヨハネの福音書18章。ローマ帝国を支えたのは力こそ正義です。その力を失うのと同時に滅ぼされました。ローマの滅亡は外敵よりむしろ内部崩壊によるものでした。国家を支える大義が弱かったのです。一方、日本が世界から尊敬される理由は、日本の国体を支えた天皇のお心が大義に支えられたものであったからです。それは自国よりむしろ相手国の民になるよう図られてきました。またその時だけでなく、多くの時間が経っても変わることなく評価されるものでなくてはならない。これが天皇の、そして日本の大義でした。かつて日本が統治した国々で、戦後75年を経てもなお稼働しているダム、鉄道、学校や医療施設など数えきれません。教育から医療、社会制度に至るまで、社会の根幹に関わるところまで援助し、かつ自立するように育てたのです。日本は戦時中にもかかわらず、国家予算からたくさん提供したのです。これはキリストが語られた真理と通ずるものがあると私は思います。欧米諸国自身がキリスト教から離れていくことからして、宗教と化したキリスト教に魅力も力もなくなりつつあることを証明しています。欧米が取った長年の植民地政策に大義がなく、ましてや真理とは程遠いものだったからです。しかし2000年間、キリストの評価は変わりません。私は真理の証しをするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。キリストの言葉は、今日もなお、新鮮さを保っています。ローマの総督ピラトは、わずかの言葉を交わしただけですが、真理とは何かと言いました。彼はその答えに触れたのではないでしょうか。私はこの人に罪を認めません。彼の証言が物語っています。世界は今こそ利害ではなく、世界に通用する普遍的なもの、真理を必要としています。それが平和に不可欠です。それではお知らせです。次回3月6日土曜日、第26回目です。東京裁判その14回目になります。マッカーサー証言その3回目。テーマは図らずも語った戦争の虚しさです。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。